そしてここちょっと水漏れがある。やばい。キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。これをね、ここに止めて、電子レンジがここにポンってはまるように。なかなかこれやったら抜けてこないと思うんですけどね。これオートンかな、サイズというか幅が。大体はそうな。これでよっぽどのことがないと起上がらないと思うんですけど、一応防振じゃねえな。地震対策用のゴムのシートみたいなねっちょりくっつくやつ、あれをつけましょうかね。これですね。これ半分でええかな。ここ入りきれへんもんな。これ半分に切ってきます。ハサミを取ってきました。よいしょ。これで置いちゃう。この下に、電子レンジの下につけよう。この後ろさえ浮き上がらなければ絶対大丈夫なんで。
はい、電子レンジの浮き上がり止め完了。これで車がね走っても大丈夫だと思います。OK ですね。はい、ちょっともうね薄暗くなりかけてるんですけど、お茶の時間にしたいと思います。この前はね電子レンジでお湯沸かしたんですけど、今日は IH でお湯沸かしてみたいと思います。先日ね、陸運局にちょっと相談に行ってきた話したんですけど、シートのね、クッションとベッドのマットの話をしたんですけど、それともう一つね、車のバランスを測ってこいって言うんですよ。前、相談しに行った時には、重さ全部計算してくれたら測らなくてもいいっていうことで聞いてたんですが、バランスを測るところってね、なかなかなくて、いろいろ調べてみたら、特殊自動車協会さんっていうところで、そういうことをやってくれるらしいんですけど、わざわざね、出張してきていただいて測ってもらうとなると、結構費用がかかるんじゃないかなと思うんですよね。そんなね、バランスまでいちいち測ってみんな持っていってるのかなと思うんですよね。キャンピングカー作ってる YouTuber の人たち、みんなもそんなことしてます？あんまりね、聞いたことないんですよね。確かにやっておられる方はいらっしゃいました。警察バスをね、キャンピングカーにされてた、バッパー翔太さんとかね、救急車をキャンピングカーに改造してた女性の方2人ね、その方が、特殊自動車協会さんで、そのバランスを測って、そういう書類を作ってもらって、検査通してたっていうのは、見たことはあるんですけど、その他の人でね、そんなことやってる人って見たことないんですよね。ただね、バッパー翔太さんと陸運局同じなんですよ。実際そういうことを、ここの陸運局は言うのかもしれないですしね。ちょっと困ったなと思って。実はね、前の僕が乗ってたハイエースのキャンピングカー、私たちの地区の陸運局では通せないということで、隣の県のね、陸運局で予備検査受けて、で、登録だけこっちでしたという経緯があるんで、もしかすると、ここの地区は厳しいのかもしれないですね。どこの陸運局でもね、同じじゃないと、いけないはずなんですけどね。ちょっと困ったもんなんですよ。どうしたもんですかね。はい。そしてね、こちらはこの前の続きなんですけど、バッテリーモニターとかがつくパネルですね。ハケでニスを塗りかけたんですけど、やっぱりあんまり綺麗に塗れないので、ガンで拭くことにしました。そしてね、ついでにマイクロウェーブオーブンが入るところの額縁ですね。それも一緒に作ることにしました。
電気のね、パネル完成しました。はい、今日はね、ここのパネル、電気のパネルが完成しました。こっち 12V のバッテリー。で、こっちが 48V のバッテリー。そしてここが FF。FF はね、大元の電源というか、をつけたかったので、ここにスイッチつけました。電源が入りました。電源ボタンを押して、運転を開始してください。こんな感じですね。FF の燃料ポンプがまだついてないので、FF まだ使えないですけど、とりあえず、はい、スイッチの方はここにつきました。で、これがオンと切れるようになってます。で、これ、真ん中は今のところ予備です。そしてこっちの端っこがポンプ。ポンプ入れると、ここの水タンク、こっちが清水、それから排水、ホワイトグレーですね。のタンクの容量が見えるようになってます。メーターですね。パネルついたので、水を入れてみたいと思います。よいしょ。これは何で入れたらいいのかな。ホースを突っ込むって言っても、先に何もついてないホースがないので、はい、水半分ぐらいね、とりあえず入れてみました。そしたらポンプの電源入れてみます。とりあえず見たところ、今のところ水漏れとかはなさそうですね。大丈夫そうですね。はい。水、電源入れてみましょうか。あ、ブレーカーが入ってない。給湯、あ、だ。給湯器のヒーター、これかな。あ、入りました。10アンペア。10.7 アンペア。600ワットなんで、そんなもんですかね。2時間ぐらいかかるかな。そして、ウォータータンク。13%。13% でこれぐらい。4分の1、3分の 1? もうちょい少ない。いう感じですかね。そして、排水タンクはとりあえずゼロ。こっちが水かな。まあ静かな方ですね、ポンプね。これちょっと囲いを作ってやった方がいいかもしれないですね。
そしてあ、ここちょっと水漏れがある。やばい。水漏れの原因はこれですね。こいつが緩い。どうするかな。ここの継ぎ目がちょっと緩いか。どうしようかな。接着剤で留めるか。ちょっと刺激ガスケットっていうやつ。ガスケットでいけるかな。こんな感じでどうでしょう。ちょっと乾くまで待ちましょう。はい、というわけで、排水の試験は今日できないので、また今度にしましょう。温めて、電源が入りました。電源ボタンを押して、乾かしましょう。運転を開始してください。運転が開始されました。運転を停止する際は、再度電源ボタンを押してください。排水パイプのつなぎ目のところ水漏れがあったんで、そこ液体のパッキン詰めたんで、乾くまで排水が使えないんでバケツでいきます。お湯がちょっとぬるくなったかな。お湯ちょっと沸きましたね。まだ10分か20分かそこらですけど、ちょっと抜く余裕が出ました。今回はここまで。また次の動画でお会いしましょう。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルで公開しています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。